日本語ネストへようこそ。皆さんこんにちは、なぎです。今日の動画は日本語ポッドキャストです。今日は日本人の習慣についてお話ししたいと思います。日本では当たり前だと思うことでも、外国の方から見るとびっくりすることたくさんあると思います。実際授業の時、私の生徒さんから時々日本の習慣について質問されますが、私が今まで考えたことがない質問ばかりで、とても面白いです。今日はそんな質問、日本の習慣について皆さんにもシェアしたいと思います。このポッドキャストでは N3 以上の単語はスライドで確認できます。英語字幕が見たい人は設定をチェックしてみてください。それでは行きましょう。まず一つ目の習慣は、家に入るとき靴を脱ぐです。これは知っている人たくさんいると思います。日本では家に入るとき必ず靴を脱ぎます。日本の家は玄関ドア、家の中に入ったり家から出たりするメインのドアですね。この玄関ドアを開けて入ると、靴を脱いだり履いたりするスペースがあります。また日本では部屋の中でスリッパを履く人も多いです。靴を脱いだら今度は家の中でスリッパを履きます。面白いのはトイレの中にも別のスリッパがあって、トイレに入る時にそのスリッパにまた履き替えます。外国の方からすると面倒かもしれないですね。スリッパといえば日本では健康サンダル、健康スリッパというスリッパがあります。これは足つぼを刺激するスリッパです。足つぼというのは、例えばマッサージに行った時、スタッフが足の裏をマッサージすることがありますね。これを足つぼマッサージと言いますが、健康スリッパを履くと足つぼを刺激するので健康スリッパと言います。日本ではその健康スリッパを家の中で履いている人もいます。100円ショップ、ダイソーとかですね、100円ショップに行くとその健康サンダル、健康スリッパがよく売ってあります。よかったら日本で見てみてください。2つ目、日本の習慣、それはお箸のルールです。知っている人も多いと思いますが、日本人はお箸のマナーをとても大切にします。少し代表的なものを紹介しますね。ちなみにですが、箸、お箸は同じ意味です。でもお箸の方が丁寧な言い方です。名詞の前に「お」をつけると丁寧な言い方になります。例えば寿司とお寿司、他にも塩とお塩、これも丁寧な言い方と普通の言い方ですね。もう一つ、箸と橋ですが、この2つは違う意味の単語になります。箸、最初に
アクセントを入れるとそれは chopsticks のことですね。箸、後ろにアクセントが入ると bridge のことです。もちろん文脈で判断もできるので、難しく考える必要はないと思います。例えば箸でラーメンを食べましたと言っても、誰もブリッジ、箸でご飯を食べるとは思いませんから、箸が正しいですが、そこまで難しく考える必要はないです。ということで話を戻しますが、皆さんに問題です。今から言う3つのマナーのうちどれが悪いマナーだと思いますか？1つ目、お箸でスープを飲む。2つ目、ご飯にお箸を立てる。3つ目、お箸とお箸で食べ物を渡す。マナーが悪いのは2番と3番です。まず1番ですが、日本人はスープもお箸で飲みます。例えばお味噌汁の中に野菜やお肉が入っていると思いますが、それはお箸で食べてそのままスープを飲みます。では2番目、ご飯にお箸を立てるですが、これは亡くなった方へご飯を渡す時にすることです。このように亡くなった方へご飯をあげる時、お箸を立ててあげます。それを連想させる、思い出させてしまうのでマナーが悪いと考えます。3つ目のお箸とお箸で食べ物を渡す、これもお葬式の時に行うお骨拾い、骨を拾うことですね。お骨拾いを連想させるためマナーが悪いと日本人は考えます。日本では埋葬、亡くなった方を埋めるやり方ではなく、埋葬ではなく火葬、亡くなった方を燃やす方法、火葬が一般的です。火葬で亡くなった方のお骨を集めるとき、お箸でお骨を次の方へ渡して、また次の方がお箸でお骨をその次の方へ渡します。お箸とお箸で食べ物を渡すことはお葬式を連想させるのでマナーが悪いと考えます。お箸のルールは他にもたくさんあるんですが、日本人も子供の時に親から学びます。3つ目の習慣ですが、朝ごはんにもお米を食べるです。アジア人であればこれはとても一般的なことだと思いますが、西洋などではそうじゃないみたいですね。これはオーストラリアの生徒さんに言われたことですが、朝からお米が入りますか？お腹の中に入りますか？と言われたことがあります。お米は重い食べ物に感じるみたいですね。人にもよると思いますが、私は毎日お米を食べます。もちろん朝にパンを食べる人も多いです。日本のコンビニに行ったことがある人は知っていると思いますが、あのパンを買って食べる人も多いです。
4つ目の習慣は日本のゴミの分別が大変です。分別とは何か種類やタイプに分けることを言います。ゴミの分別は正直日本人にも本当に大変な習慣で、日本国内でもルールがかなり違います。ですから日本国内でもし引っ越しをしたら、その地域のゴミの分別方法を知る必要があります。私は海外に何カ国か住んだことがあるんですが、正直日本のゴミの分別が一番難しくて大変だと思います。皆さんの国では何種類に分別しますか？日本では場所にもよりますが、10種類以上分ける地域もあります。ここでもう一つ問題です。皆さん、このペットボトルはどのように分別すると思いますか？これ一種類の分別じゃないんです。まずペットボトルのこのキャップとこのラベルですね、この周りについているこのラベルを剥がします。このように剥がします。キャップとこのラベルはプラスチックゴミです。そしてこのペットボトル、この本体は資源ゴミになります。そしてこのボトルはもちろん水で洗います。とても大変ですよね。環境のためにこのように細かく分別しています。ちなみにもし間違って出すとゴミを持って行ってくれません。これから日本に住もうと思っている人は気をつけてください。実際にゴミを捨てる場所にこのようにラベルが貼られて、ゴミをもう一回分別してくださいと言われることがあります。5つ目はサインではなく印鑑を使うですね。外国では大事な書類にはサインを書きますね。ただ日本ではハンコを押すことが多いです。もちろん最近はデジタル化されましたから、その時は日本人もサインをしますが、日本人はあまり自分のサインを持っていないので、フルネームを日本語で書きます。私が高校を卒業した時はまだ紙の書類が多かったですから、卒業プレゼントは学校から印鑑をもらいました。今でもハンコを押すときはその印鑑を使っています。今日は日本の習慣についていろいろお話ししてみました。他にも皆さんが知っているびっくりした日本の習慣があれば、ぜひコメントで教えてください。または皆さんの国で変わった習慣があれば、そちらもシェアしてください。それでは今日も最後まで聞いてくださってありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。